こんにちは。今日はロードスイッチについての動画です。ロードスイッチってあまり聞かないワードかと思うんですけども、そもそもロードスイッチって何っていう話ですね。回路の中ではあまり目立つ存在ではありませんが、電源供給において非常に重要な役割を担っている部品です。ロードスイッチは USB 充電器やモバイルバッテリーのように大電力の制御が必要な場面で電源ラインのオンオフを安全かつ高効率に切り替えるのに使われています。そんなロードスイッチに欠かせないのが MOSFET なんですが、今日はちょうどロームから面白い新製品が出たので、それを使いながらロードスイッチについて解説していきます。その新製品がこちらです。ちょっと小さすぎて見えませんね。ロームの超小型超低温抵抗のデュアル N チャンネル MOSFET です。見た目は小さいですが、特性としてはロードスイッチにぴったりで高効率かつ小スペースな設計が可能になります。今回の動画ではロードスイッチの役割、種類、動作原理について解説しつつ、ロームのこの新製品がそこでどういう風に活躍するのかというのを紹介していきます。ロードスイッチの役割ですが、基本的には回路への電源供給をするしないを切り替えるためのスイッチです。スイッチといってもこういったメカニカルのスイッチの話をしているのではなくて、今回はこういった回路的なスイッチの話です。ただスイッチという役割については2つとも同じです。モバイルバッテリーを例にすると、ロードスイッチはこの部分で使われます。USB の入出力ポートがあって、その後にロードスイッチ、そしてバッテリーと充電の制御回路です。このロードスイッチをオンオフすることで、外部の回路とモバイルバッテリー内の回路の接続を制御するんですね。また、ロードスイッチのコントローラーと合わせて、過電圧、過電流防止、電流の逆流防止、あとはロードスイッチ自体をこのようにオープンにして電力供給自体を止めてしまい、省電力化する機能を持たせることもあります。ロードスイッチ自体の回路構成はいろいろあるのですが、今日はそのうちの一部を見ていきます。例えば一番シンプルなロードスイッチの構成がこちらです。左側が P チャンネル MOSFET を使う場合、そして右側が N チャンネル MOSFET を使う場合です。回路の動作について見ていきたいんですけども、まず P チャンネル MOSFET を使った方ですね。P チャンネル MOSFET の場合、ゲート電圧がソース電圧より低くなると電流が流れます。なので、ここのスイッチを閉じると、こういう風にですね、電流が流れると。あとドライブの回路が結構簡単に作れるという特徴があります。ここスイッチ使ってますけど、実際は N チャンネル MOSFET を使えば OK です。次は N チャンネル MOSFET の場合なんですけども、これはですね、ゲート電圧がソースの電圧より高くなると MOSFET に電流が流れ始めます。例えば、ここですね。ここの電圧を例えば 5V ぐらいにすると電流が流れるようになります。こういう風な電流です。電流が流れている状態から流れないようにするには P チャンネル MOSFET の場合はここをオープンにすればいいですし、 N チャンネル MOSFET の場合はここをですね、短絡と言いますか 0V にすればいいんですね。このようにして負荷への電力供給のオンオフを切り替えることができます。ロードスイッチに期待する役割として電流の逆流防止もあります。この回路だとどうなるのか試してみます。どういった場合に電流の逆流が起こるかなんですけども、電流は基本的に電圧の高いところから低いところに流れます。なので何かしらの理由で電源側の電圧より負荷側の電圧が高くなった場合に電流が逆流する可能性があります。今負荷は抵抗なんですけども、この負荷が電池になる場合もありますからね。こういった状況を再現するために電源と負荷を入れ替えました。そうすると電流が逆流し始めます。こんな感じです。これはなぜかというと MOSFET のボディダイオードに電流が流れるからです。こっちもボディダイオードがこういう風にあります。こちらのボディダイオードはわざと書きませんでした。このように電流の流れが一方向の時にしか電流の流れを制御できないので、これらは単方向のロードスイッチと呼びます。ここで回路に何かしらの工夫があれば電流は逆流しないはずです。電流の逆流と聞いてピンときた方も多いかと思います。そうです。ダイオードを追加します。ダイオードはソース側の方に接続してもいいですし、ドレイン側の方に接続してもどちらでも大丈夫です。N チャンネル MOSFET の場合も同じですね。こういう風にドレイン側につないでもいいですし、ソース側につないでも OK と。ダイオードを入れると電流がブロックされて流れないという風になるわけです。電源と負荷を入れ替えると元通り電流は流れるようになります。
ただこのやり方ですとダイオードの順方向電圧効果が発生します。0.7V くらいです。なので負荷の電圧が 0.7V 下がってしまいます。もし負荷の電圧を規定の範囲内に収める場合は電源電圧を少しだけ高くする必要があります。なかなか面倒ですよね。また負荷に電流を流すとダイオードに電流が流れますので、そこで電力損失が発生します。順方向電圧×電流値です。電流値が小さい場合はそこまで気になりませんが、例えば大電流を流す場合、10A 流すとしましょう。そうすると、このダイオードで 7W の電力損失が発生します。めちゃくちゃ熱いんですね。特にこのロードスイッチを小型の機器に入れる場合、ダイオードでの発熱は無視できないくらいに大きくなってしまいます。回路をもうちょっと工夫してダイオードで発生する電力損失をなくすためにこの部分に MOSFET を逆向きに入れてしまえという風になるわけです。基本的には MOSFET だけに電流が流れるように制御します。そうすることで双方向に流れる電流を制御できて、しかも電流の逆流防止もできます。さらに電力損失の少ないロードスイッチができるんです。これらを双方向ロードスイッチと呼びます。この回路は MOSFET のボディダイオードが逆接続されるような回路です。なので MOSFET がオフの時はボディダイオードが必ず電流をブロックするような方向になります。なかなかよくできた接続方法です。ちなみに MOSFET で発生する電力損失は電流の2乗と音抵抗に比例します。こちらの音抵抗というのは MOSFET 自体が持っている抵抗のことです。こういった用途に使われる MOSFET の音抵抗は通常数ミリオームから数十ミリオームです。流す電流値にもよりますが、ダイオードより低損失になることが多いです。だいたいこんな感じの電力損失になります。ある程度のところまでは MOSFET に電流を流した方が有利です。ここで次に考えることは P チャンネル MOSFET と N チャンネル MOSFET どちらの回路を使うかです。P チャンネル MOSFET を使う場合はゲートドライブ用の電源は基本的には不要です。なので回路構成は簡単になりますね。ただ一つデメリットがありまして、これが結構大きいです。それは何かというと、P チャンネル MOSFET の音抵抗は N チャンネル MOSFET と比べるとそこまで低くありません。MOSFET 部分で発生する電力損失が大きいということです。特にロードスイッチはスイッチとして使われるので、この部分で電力損失は発生してほしくありません。あと、ロードスイッチは基本的に音抵抗の低い大電流の MOSFET を使うことになるんですが、そういった P チャンネル MOSFET ってあまりないんですね。ラインナップ少ないです。なので、大電流のロードスイッチで P チャンネル MOSFET を使うのはちょっと難しいかなという印象です。次は N チャンネル MOSFET をロードスイッチとして使う場合を考えてみます。N チャンネル MOSFET の利点は P チャンネルと比べると全体的に性能が高いことです。特に音抵抗が低いです。また P チャンネルと比べると入手性は格段に高く、そしてラインナップも広いです。一方でデメリットもあって、それは何かというと MOSFET を駆動するための電源が必要になることです。N チャンネル MOSFET をオンするためにはゲート電圧をソース電圧より高くする必要があります。それが何を意味するかというと、回路の中の電圧よりさらに高い電圧が必要です。これについてはドライブ用の専用 IC が出ているのでクリアできるのですが、それでも使用する部品が増えたり、フットプリント面積が広くなってしまうのがデメリットです。また P チャンネル、N チャンネル MOSFET どちらでも共通なんですけども、2つ MOSFET を使っているので、2つ分の部品面積が必要です。なので小型化は難しくなりますね。製品の企画担当や部品の調達担当、回路の設計者は、こういった音抵抗の低い MOSFET の選定、そしてフットプリントの最小化を目指して日々格闘していると。ここで出てくるのが、ロームのロードスイッチ用のシリコン N チャンネル MOSFET です。こちらですね。このように 2mm 角のウエハーレベルチップサイズパッケージという超小型のパッケージに入っています。MOSFET は黒のエポキシ樹脂でモールドされたものが多いのですが、こちらはフットプリント面積を最小にするためにウエハーレベルパッケージの採用となっています。裏側を見てみるとシリコンチップ自体が見えますね。一応製品リンクは概要欄にあります。部品の中身はこちらです。パッケージの中に MOSFET が2つ入っています。1つのパッケージの中に2つ入っているので、フットプリントを小さくできるという特徴があるんですが、実はそれだけではなくてもう一つ特徴があります。それは音抵抗が 2mm オーム、非常に低いということです。こことここの間が 2mm オームです。電流はプラスマイナス 20A なので結構な大電流ですね。パルスだと 40A までいけます。ローム自身も業界トップの低音抵抗と言ってますからね。
音抵抗が低くて発熱しないからここまで小さくできると。あとはリードフレームがないのでチップから基板へ直で放熱できるというのも効いています。ちなみに耐圧は 30V なので 20V クラスの機器で使うことを想定しているようです。USB 充電器の 20V5A くらいのところであれば十分余裕を持って使えますね。一応競合としては 40V 耐圧の窒化ガリウムを使った双方向ロードスイッチです。ローム製品は耐圧 30V、他社のギャン製品は 40V 耐圧という違いはあるのですが、物性的にも優れている窒化ガリウムより低い音抵抗をシリコン MOSFET で実現しています。こういった半導体設計や製造の技術力の高さはさすがロームといったところですね。ここでさらに欲を言うと USB PD 充電の 28V にも耐えられる耐圧で作ってほしかったなとは思います。これは多数の USB 充電器を分解してきた立場からの意見です。なんでかというと 28V で充電できる USB 充電器って高価格帯が多いので、今回ロームが出した製品もそういったところなら採用されやすいんじゃないかなとは思いました。ただシリコンで 40V となるとまた難しいんでしょうね。ここからは実際に使っていきます。こんな感じで評価ボードの上に乗っけました。今回はドライブ用の回路も作りました。これは東芝から出ているロードスイッチ用のドライブ IC です。ロードスイッチも小さいんですけども、ドライブ IC の方も小さいんですね。これは回路面積の制約が多いところで使うことが多いので小さくしてるんだと思います。一応リフローハンダでやったんですけど、ここまで小さいとさすがに難しいですね。実験回路はこちらです。一時停止して確認お願いします。概要欄にあるアプリケーションノートにも似たような回路が載っています。では早速やっていきます。いい感じですね。動いてます。黄色の波形が制御信号で赤色の波形がロードスイッチに流れている電流です。ちゃんと制御信号通りにオンオフできていますね。問題ないです。次は電源と負荷の位置を入れ替えてみました。そうすると、はい、このように電流は逆方向に流れていますね。ちゃんと制御できています。これも問題なく動作しています。次見ていくのが電流は問題なく遮断できているかですね。この黄色の波形はファンジェネの出力波形でドライブ回路へ入力する信号です。今回はドライブ回路まで含めた遅延を見ています。電流の流れ始めは少し遅延しているみたいですね。電流が遮断されるところはどうなっているかというと、どんどん拡大していくと、はい、この通りです。だいたい 1.5 マイクロ秒くらいで MOSFET がオフになっています。いいんじゃないですかね。なんで遮断の速度を見ているかというと、こちらの MOSFET 音抵抗をかなり低くしているように半導体の内部を設計しています。なのでもしかしたらスイッチングが遅いかもと心配していたのですが、そんなことはありませんでした。次は発熱について見ていきます。定格電流の半分の 10A を流しました。10A 流すには放熱の面積が少し狭いような気がしますが、気にせず続けていきます。サーモグラフィーで温度測定していますが、最終的に温度は130度まで上昇しました。全体的に温度上昇は想定より高かったですね。ちなみにサーモグラフィー用に国体シートは貼っていますが、ありなしで温度はほとんど変わりませんでした。ちなみに国体シートってすごく高くて、これで6000円します。念のため熱電椎でも温度測定をしました。こんな感じで110度となっています。熱電椎がつくことで放熱の度合いが変わってしまっています。熱が逃げてしまっていますね。多分 MOSFET 自体は問題ないのですが、ボールグリッドと基板のハンダのつき具合で温度が大幅に変わりそうですね。実際ハンダ付けする基板を右のものにしてみると10度程度温度は低下しました。このあたりのアートワークや熱設計なんかはこの MOSFET を使う上で結構重要な部分になると思います。実際の使いどころなんですけど、やっぱり USB 充電関連のロードスイッチなんかですかね。それ以外にはバッテリー保護など低電圧で大電流が流れるところのロードスイッチとして活躍すると思います。やっぱりこのフットプリントの小ささを活かして小型大電流のところに使うと良いという感じですね。この動画を見ている人でこんなところに使えそうというのがあったらぜひコメント欄に書いてみてください。というわけで今日はロードスイッチについて解説してきました。
基本的な役割としては電源供給のオンオフの切り替え、回路を工夫すると電流の逆流防止機能を持たせることもできます。ここで説明した以外でもセンサーと組み合わせれば過電流防止や過電圧防止のためのスイッチとして使うこともできます。動画の中で使ったロームの N チャンネル MOSFET ロードスイッチについては概要欄にリンクがありますので、ぜひ確認してみてください。それではもしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも書いてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。